こんにちは、月島です。今回は2024年のブラックフライデーで購入した DTM で使用するエフェクトプラグイン紹介と簡単なレビューをして自分の備忘録としても動画に残しておきたいと思います。目次です。プラグインアライアンスのエフェクトプラグイン、ウェーブスのエフェクトプラグイン、最後にまとめです。プラグインアライアンスの10個のプラグインがセットになったバンドルを購入しました。セット内容は主にバストラックやマスタートラックにて使用するためのイコライザーやダイナミクス系のプラグインが含まれています。今回は BX グルーというプラグインをドラム音源に軽くかけてみたいと思います。BX グルーは SSL のバスコンプタイプのプラグインです。設定はレシオ4対1、スレッショルドは -8dB で4から 5dB 圧縮されるようにしてみました。アタックは一番遅い 30ms でリリースはオートにしました。アウトプット、メイクアップゲインは 3dB に設定しています。以上の項目だけ操作しました。バイパスの音と比較してプラグインの効果を聞いてみたいと思います。キックとスネアのアタック感が増して一歩前に出てくる印象を受けました。とても良いと思います。ここで同じプラグインアライアンスの SSL バスコンプタイプである BX タウンハウスバスコンプレッサーというプラグインも私は持っていますので、先ほどと同じ設定でドラムにかけてみて音を比較したいと思います。BX タウンハウスバスコンプレッサーも良いと思いますが、BX グルーの方が高音が抜けて聞きやすくなる印象です。これはおそらく BX グルーの方が高音部分と低音部分を分けてコンプレッションしているためだと思います。グラフを見てみると高音部分の圧縮が少ない分聞き取りやすい雰囲気になっていると思います。その辺もグラフで表示されていますので、どの帯域がどのくらい圧縮されているのか分かりやすいです。次はハリス・ドイル・ナタラス EQ というプラグインをアコースティックギターにかけてみたいと思います。このプラグインは磁気テープスタイルのサチュレーション効果があるイコライザーだそうです。設定は中域を少しだけカットしつつ低音と高域を持ち上げてみました。バイパスの音と聞き比べてみたいと思います。力強さと芯が出てなかなか良い感じだと思います。IDX インテリジェントダイナミクスはウェーブスのブラックフライデー恒例無料配布でゲットしました。このプラグインは基本的にメインノブ一つで操作するダイナミクスエフェクターです。普通のコンプレッサーと違い、音の成分の多い周波数帯を狙って圧縮をかけるようです。ドラムトラックに設定してみました。今回用意したドラムを自然な感じに迫力を出していくのは中央のノブが -18 くらいかなと思いました。再生して聞いてみたいと思います。
ドラムトラックがタイトで力強い感じになったと思います。次にもっと強く圧縮した音も聞いてみたいと思います。中央のノブをマイナス40にしてみました。再生します。歪みも加わってだいぶ派手なドラムになりました。曲の雰囲気によってはこういった感じもありだと思います。このプラグインは中央のノブを動かして気に入った音になったらそこに固定するといった使い方になると思います。ただノブの数値を大きくすると低音が削られていくようです。次はベーストラックに設定してみます。設定は強めのマイナス35にしてみました。ただマイナス35にすると低音が遅くなってしまいますので、ノブの下にある EQ で低音部分を持ち上げてみました。バイパスの音と聞き比べてみたいと思います。しっかりとベースの帯域にかかっています。このプラグインはとてもシンプルに操作できますので良いと思います。マグマチューブチャンネルストリップはコンプレッサー、ゲート、EQ、サチュレーションを搭載したチャンネルストリップです。つまみが少ないのでシンプルで理解しやすいエフェクトだと思いました。今回はドラムトラックにパラメーターを調整してかけてみました。設定はドライブを5にしました。ここは7以上に上げるとかなり歪んでくるようです。EQ はハイとベースを少しだけ持ち上げてミッドを 2dB カットしました。コンプはスマッシュをオンにしてゲインリダクションメーターが2つ点灯するくらいにしてみました。それではバイパスの音と比べてみたいと思います。バイパスと比べてみるとキックやスネアに力強さと芯が出てとても引き締まったと思います。このプラグインはコンプセクションのスマッシュが肝になると思います。スマッシュを入れることでより力強く粘っこいコンプがかかるようです。スマッシュをオフにするとそれほど音に変化がないシンプルなコンプ感になるようです。そしてこのプラグインはゲートも備えていますのでスネアのみのトラックにかけてみたいと思います。ドライブは7に設定しました。EQ はハイとミッドを少しだけ持ち上げてベースは 2dB カットしています。コンプはスマッシュをオンにしてゲインリダクションメーターが2つ点灯するくらいに設定しました。そしてゲートをオンにしました。再生してバイパスと聞き比べてみたいと思います。とても良いサウンドになりつつ余韻をカットすることができました。このプラグインを使用してみた印象としてシンプルでありながら VU メーターも搭載していますのでとても扱いやすいと思いました。私はミックス用のエフェクトプラグインに関しては様々な会社のものを十分すぎるほど持っています。そのため新しく購入することは考えていなかったのですが、10個のプラグインがセットになったプラグインアライアンスのバンドルがあまりにも安かったので購入してみました。
Waves の2つのプラグインはどちらもシンプルな操作方法ながらクオリティがとても高い印象を受けました。ぜひ使いこなしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。